こんにちは、モネです。9月といえば手帳好きさんにとってはすごくそわそわする時期ですよね。そう、来年の手帳を考え出す時期です。システム手帳を持つようになってからなかなか閉じノートタイプの手帳を手に取ることはなくなっちゃったんですが、ほぼ日手帳の LINE アットは登録しておりまして、糸井新聞で届く来年のラインナップにすごくウキウキさせられていました。リスナーさんの中にはほぼ日手帳をゲットされた方もいるんじゃないでしょうか。ということで今日の動画は2022年に使う手帳の紹介とお問い合わせが多かった2022年版のマンスリーログについてのお知らせです。今日からね、マンスリーログの方は予約販売をスタートします。2022年版は手帳を開くのがもっと楽しくなるようにと素敵なイラストレーターさんに表紙をお願いしたので楽しみにしていてください。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。今年の手帳はこちらのシステム手帳です。はい、今年も変わらずシステム手帳でいきます。私は2019年の冬からバレットジャーナルを始めたんですが、最初はトラベラーズノートで始めてました。タスク出しはずっと捨てるノートだったんですが、キーでの仕分けはしたことがなくて、とりあえずタスクを羅列することに使ってました。トラベラーズノートの無印フィルにラピッドロギングをやってみて、でモレスキンのノートでマンスリーログやコレクションノートを作ってみようって試行錯誤してたんですが、もうね本当にすごく時間がかかっちゃって、もうそれこそ1ヶ月のカレンダーを作るのに半日かかっちゃったんですよ。なんか作り出したのがお昼だったのにもう辺り真っ暗みたいな。もうね楽しいっちゃ楽しいんですよ。楽しいんですけど、本当に大事な中身を書く時間が全然なくなっちゃったことに気づいて、極力シンプルなフォーマットを作って飾るのは市販のお気に入りのマステだったりとかシールを使うことにしました。フォーマットを使うにはやっぱり貼り付けるより紙に直接印刷できた方が簡単だったので、バレットジャーナルはシステム手帳でやっていくことにしました。それにね、今年はずっと憧れだったイルビゾンテのシステム手帳も4月にゲットしたので、これからも長く大切に使っていきます。フォーマット作りは2022年で3年目です。もう3年目か。思いのほか時間が経ってて驚きです。作ってみたものを使ってみて実際に。で、なんか使いにくいとこないかなって。で、使いにくかったら直してっていう試行錯誤を繰り返しているので、結構自分にフィットしたものにどんどんなってきてる感じがしますね。なんかこのフィット感はすごく愛おしく感じます。2020年は思った以上にシステム手帳で作るバレットジャーナルが自分にぴったりすぎて、信じられないくらいスケジュール管理とタスク管理のレベルが上がった気がします。で、そのまま2021年も継続してたら、もうね市販の閉じノートには戻れない体になってしまいました。ということで2022年もフォーマットを作っています。ここからは現在制作中の2022年マンスリーログフォーマットがどんな風になっているのか、仕様はどんななのか、もろもろ詳しくお話ししていきます。2022年のマンスリーログフォーマットは各月の表紙をなんとですね、素敵なイラストレーターさん2人にお願いしちゃいました。正直言うと私自身が自分のイラストじゃない好きなイラストレーターさんの素敵な表紙で手帳を楽しみたかったんです。8月後半にイラストが数枚上がってきたんですが、どちらのねイラストも素敵すぎて、もうねこれはね毎日手帳を開くのがもっと楽しくて愛おしくなるわっていうテンションが上がってますすでに。ということでちょっとね紹介させてください。まずこちらの大人かわいいガールズイラストを手掛けてくれたのは、私と同じ山梨出身のイラストレーターさん、沢登あいみちゃん。もうね見てよこの透明感ある女の子たちを。
最近のね、あゆみちゃんのお仕事だとルミネ町田のスタイリング診断の挿絵を担当していました。こちらもね、洗練された大人なタッチっていうんですか、もうほんと惚れ惚れします。特設サイトでパーソナルカラーと顔タイプ診断ができるので、よかったらやってみてください。概要欄にね、リンクを貼っておきます。ちなみに私はパーソナルカラーがウィンターで、顔タイプはキュートでした。他にもあゆみちゃんの作品を見てみたい人は概要欄にポートフォリオリンク貼ったので、そちらも見てみてください。そしてこちらのまるでおとぎ話のような愛らしく幻想的な動物イラストを手掛けてくれたのはウェバーエミちゃん。エミちゃんは純日本人なんですけど、旦那さんが外国の方で、今はトルコで活躍しているイラストレーターさんです。京都映画賞のウェブサイトのデザインとイラストの両方を手掛けたり、羊組さんっていう方のクッキー缶のデザインなどされてます。エミちゃんのグッズが9月22日から10月31日銀座の東急ハンズで販売されるようです。こんなね、ご時世ではあるので、ぜひぜひ行ってみてとは言えがたいんですけど、私はなかなかね、外には出られませんが、人が少ない平日の時間帯に行ってみようかななんて思ってます。お近くでね、予定がある人はぜひ足を運んでみてください。というわけで、表紙の種類は2021年に引き続き文具と大人かわいいガールズイラストのガールで、愛らしい動物イラストのアニマル、この3種でいきます。ここからは中身の話など詳しく紹介していきます。まずはサイズから。リフィルのサイズは2種類です。縦 210mm、横 140mm の英語スリムサイズと、縦 170mm、横 95mm のバイブルサイズの2サイズ。中はシンプルな見開きカレンダー、リストカレンダー、ハビットトラッカー、マンスリーゴールでトゥードゥリスト、1ヶ月のレビュースペースと週間ページでダウンリスト、これらを備えてます。そして月曜始まりと日曜始まりの2パターンを用意しました。今までは月曜始まりだけだったんですが、リクエストがすごく多かったんですよ。なので日曜始まりが追加されました。リクエストくださった皆様、本当にありがとうございます。今回の予約販売は1月始まりのまず物販だけです。ダウンロード版も販売しますが、11月頃になるかと思います。そしてね、発送は10月下旬から順次行っていきます。お手元に届くまでお時間をちょっといただきますが、楽しみに待っていただけると嬉しいです。今回は1月始まりの物販だけがまずショップに並びますが、4月始まりも準備しています。4月始まりはまた年が明けてからお店に並ぶのかな。4月始まりを楽しみにしていってくださった方たちも安心してください。2021年はほんとたくさんの人にリフィルを手に取っていただいてありがとうございました。しかもね、何回も注文してくださったりとか、使いやすいとか、シンプルで続けることができてるとか、気に入ったのでサイズ違いももう一つ注文しましたとか、もう本当に嬉しい言葉をたくさんいただきました。もうその言葉を届けてくださったからこそ、もう梱包作業がすごく楽しかったです。一つ一つ楽しい手帳時間を過ごせますようにとか、手帳が素敵な相棒になりますようにって思いを込めてお届けしてきました。来年もその思いを込めてお届けしようと思います。ということで、2022年のマンスリーフォーマットはこの動画がアップされた今日から予約販売をスタートしますので、よかったらショップを覗いてみてください。ネットショップには無料で楽しめるダウンロード素材もありますので、楽しい手帳時間のお供にぜひ使ってみてください。最近だと2022年のカレンダーを更新しました。去年ね、1年使ってくださった方たちからリクエストの多かったリフィル1枚で見れるカレンダーサイズも用意したので、無料ダウンロードしてみてください。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。
いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。